個人的に紹介したいコメント欄シリーズ、ちょっと前のコメントなんですけども、初めの挨拶でここ1ヶ月でどれが一番早いのか検証してほしいです。いや、需要あんのかいと思ったらね、ちゃんといいねついてるっていうね。そしたらこの人本当に調べたみたいで、なんかね、5秒ぐらいが平均値らしいですね。いや、本当に、変態ですね。この時が若干遅かったです。なんで怒られてんのでも大好きですね。おはようございます。こちらのバーバーテントです。今日もテンタイムズやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スルーパスって表示と違うとこ行くよねやっていきたいなと思います。その通りというか、結構経験ないですか。もちろんね、思い通りいかない時とか5万とあるんですけど、そういうバグ的な意味じゃなくてですね、今回は気持ち右に出したいなみたいな時が、なんかスルーパスが思い通りになる時ありませんか。でこれって要はこのラインあるじゃないですか。このライン関係なくねみたいな感じなんですよね。ちょっとこの辺りをですね、ちょっと今回深掘りしていきたいなと思います。まずはちょっと検証というかね、あれなんですけど、真上にまず蹴ってみる、スルーパスしてみるっていうところ、こんな感じになりますよねと。じゃあこれがですね、じゃあちょっと前上にやってみようってことですね。前線に向けて方向指示出してスルーパスするとこんな感じになるわけですよ。こうやって見比べるとですね、だいぶ違いますよね。明らかにね、明らかに違うというですね。これ正直当たり前じゃねって思ってる人も少なくはないというかね、いるとは思うんですけど、でも改めてここまで差があると思うとちょっとびっくりで、スルーパスってどこに出すのかとか PS もだいぶ関係してくるっていう感じだよね。で若干だからニュアンスとかもやっぱ反映されるっていうことになってくるわけですよ。でちなみにですけど、グラパはここまで反映してくれませんので、なのでこのスルパについてですね、もう少しここを深掘りしていきたいなと思います。ここから検証法ですね。トレーニングモードを使ってですね、角度を変えてね、今やったこのキックオフのところを角度を変えてスルーパスしていきたいなと思います。見ていってですね、どこまで有効なのかとか、どこからがあんまり意味ないのかとかね、そのところ分かっていければなと思います。30度から一気に見ていきます。方向指示、攻めてる方向は0度として見ていた時の30度ですね。左下のですね、方向の指示のところにね、分度器置いときましたので、ぜひそこ見ていただければなと思います。で次55度ですね。70度、80度、85度ですね。結構変わるんだね。で最後90度ですね。でちなみに今回はモンコイでグラパ85のモンコイ持ってきてますね。ちょっとまとめておきました。こんな感じで角度的にはこんな感じでしたね。というところで、分かる通りですね、出す選手に近い方が判定はね、シビアな感じというかね、そんな感じはしました。で、今回で言うところのですね、今回の検証で言うところの90度から70度ぐらいですか、この辺りが実際の試合ではほとんどじゃないですか。だから結構シビアなね判定とか、結構ニュアンス、微妙なニュアンスとかが伝わるのかなと思いますけども、なんかこう見るとですね、俺試合中適当にスルーパスしてた気がしましたね皆さんどうすか？結構出すとことか意識してスルーパス出してましたかね？大雑把にやってた気がするんですよね。これを見るとですね、スキルのスルーパス、これに関しては、出すところというか、質の部分、バウンドとかね、ボールの質とか、そういったところが大きいのかなとは思いましたよね。だから方向指示とかどこに出したいかは結構 PS が大事なのかなっていうところは見えてきたかなと思います。というところで結論、スルーパスはしっかりと方向指示するのがおすすめとします。
はい、ということでね、いろいろ見てきました。まあなんていうんですかね、分かってはいた気もするんですけど、思ったよりは PS が大事っていうねことは分かりましたね。まあなんか分かってたぜっていうのもね結構いるとは思うんですけど、でもこうやって改めて見るとね、かなりシビアな判定もあるんだなっていうのはまあ分かった、伝わったかなと思います。あとはどんな時に使うのかなって考えた時なんですけど、まあ大きなカウンターとかね、フォワードに1回当ててもうカウンターする時とかね、サイドに渡すみたいな時とかも大事だし、あとはこういうですね、この選択肢が結構ある時、右なのか左なのかまっすぐなのかみたいな、こういう時にはかなり、重要なんだなっていうのはまあ分かりましたよね。でここもねやっぱりある程度シビアな判定ありますから、右に出すとかまっすぐ出すとか、あとはまあ左に出すとかね、相手のディフェンダーの状況によっても変わってくるかなと思いますけども、やっぱここの方向指示シビアなんで、ちょっと間違えるとねこんな感じで、ウイングの方に蹴り出しちゃったりっていうことはまあありますよね。あとねパワーゲージもねやっぱり無視できない感じはしました。それによってはこんなね足元とか、あとは裏にやったりとかもねなったりしますから、そのあたりも意識はしなきゃいけない。あとは利き足、逆足頻度精度とかね、この辺も大事ですよね。これによっても右足で出すのか左足で出すのかっていうのが変わってきますからね。まあ右利きだとねインサイド気味になりやすいですから、左に出しにくいとかね、そういうのあるかなと思います。まあそういった PS、まあ方向とかパワーゲージですね、そういった PS の上にですねスキルとか数値が生きてくるっていうね考え方なのかなと思いましたね。なんかでもこうやって見たり考えると結構おもろくないっすか？俺結構こういうのなんか結構納得いってはいるんですけど、まあでもこうやってね羅列しちゃうとねかなり考えること多い感じはしちゃうんですけど、まあただそれでこう思い詰めるとかそういう必要はないと思ってて感覚はすごく大事なんで、それは大前提ですね。大前提なんですけど、なんか沼っちゃった時とかなんかおかしいなと思った時はですね、少し立ち返ってみて、ちゃんとスルーパス出せてるかなとか、そういったこうきっかけというかね、考えるきっかけになればいいかなと思って動画にしました。皆さんもなんか試合中意識していることとかねあればなんか教えてください。前回の動画とかもそうだったんですけど、結構皆さんいろんな考え方捉え方があってね、すごいそのコメント欄見てるだけでもすごく面白いんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレモ等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。そこはスルーしないでください。ということで今日はねスルーパスをねやってきました。なんかね分かってはいた部分もあるんですけどね、改めてこうやって見るとねいろいろ考えるきっかけになるかなと思いましたので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。